Gang gang 아차사はい、到着しました。まずはこちらのギンバルですね。こちらをセットします。ギンバルはなるべく下にセットするように意識してください。で、ライフジャケットと一体化になってるやつもあるんですけど、でその上にこちらのライフジャケットをセットします。これを押さえるようにしてると、いざとなった時にこう膨らむのを妨げてしまうこともあるので、この順番を忘れずに。船に乗る以上はですね、他にもお客さんがいます。なのでしっかりまっすぐ投げないといけないんですけど、やっぱり練習は必要だと思います。もう事前に港とかでまっすぐ投げる練習っていうのはやった方がいいと思います。で、まず投げ方やっていきます。僕の場合はですね、結構垂らしはそうですね、ここぐらいですかね、平均的に。投げるときに最初はこう後ろに音聞こえますか、この水面につけて投げるようにしてください。ちなみに初心者は後ろの方がいいです。前は少し高さもあってバランス取るのが結構難しいので、最初のうちは、後ろで釣りをするのがおすすめです。で、水面にまずルアーをつけます。で、そこから投げる方向を見ます。こうタックルばっかりこう追っかけるんではなくて、投げる方向をあらかじめ定めて縦に振ります。こういう感じですね。ずっとまっすぐ飛んでいくので、そしたらこう前に少し歩み寄っていって、そこからジャックが始まります。で、結構ルアーを動かすの難しいんですけど、このリールを引くときに横に向けるっていうのを意識すると、割と初心者の方でも綺麗にルアーを動かしやすいと思います。横にですね、これをリールをこういう感じで、ルアーはここに水中に入ってくる。続きまして、左投げやっていくんですけど、なぜ左投げが必要かというと、やはりルアーも大きいのと、長時間投げ続ける体力が必要です。その上でですね、もうずっと一日中右だけで投げてると、やはり負担が大きくなります。GT が大きいのかかった時も上げれる体力が残ってるということで、確実に左で投げる練習をしている人の方が有利です。それプラスですね、少し上達してきたら先端の三好で釣りをすることがあると思うんですけど、右側に人がいる中でこう右から投げるってなると危ないです。頭の上をかすめていったりとか、左投げだと三好からでもこの広い範囲を投げることができます。三好に立てる人ってのはもう基本的には左投げができる人、 GT をやる上では欠かせないテクニックです。投げ方的にはもう全く右投げと一緒で、後ろにつけます。つけて投げる方向を定めて、からジャックが始まると。で、GT をやる上でですね、飛距離どれくらい必要なのかっていうところが、あるんですけど、何もない場所、根がない場所とか、水深が深い場所、比較的にこの根ずれの心配がない場所ではもう最低でも50メートルは飛ばせた方がいいですね。ですけど、やっぱりそれに合わせることに重視しすぎて、やっぱりラインのコースを落としたりとかすると、いざヒットしても切られたりとかするので、タックルバランスと練習ですね。ドラグの設定の仕方なんですけど、本当は出船する前に港でやった方がいいです。で、ちなみに僕はいつも12、3キロぐらいですかね、かけてやってるんですけど、できればこのドラグチェッカーとかいう道具もあってですね、僕らは結構やる人とかは手の感覚とかこう引っ張ったりで今何キロぐらいかかってるなっていうのが分かるんですけど、その感覚をつかむまではできればドラグチェッカーでしっかり測ってやった方がいいです。この中にリーダーが巻き込まれてる時にドラグ設定してつって P が出てる時ってもっと緩くなるんですよ。この結構ナイロンの方が摩擦力が高くてですね、こう結構グリップしてるんですよね。でそれでリーダーの部分で結構きつかったのに、いざキャスティングして P の部分でドンってかかってドラグ出るときにスルスルドラグが出ちゃいます。
なので測るときはしっかりリーダーの結び目もティップより外に出して合わせるようにしてください。まずこちら P になってますね。先っちょを見てもらったら分かるんですけど、結び目がティップより先に出てます。はい、はい、ここから、こちらセットして、こういう感じですね。で合わせると、これが緩すぎると緩すぎてもティップしか曲がってない、もう全然この辺にパワーが行き渡ってる。こういう感じでも全然魚浮いてこないんですよね。こういう感じで全然魚浮いてこないんですよ。しっかり締めて、しっかりこの辺までしっかり曲がるような感じで浮かせるドラグ設定っていうのを見つけてください。タックルによって変わります。フッキングなんですけど、これはもうかなり難しいです。で、最初の頃は結構びっくり合わせします。ドーンって出たらもうびっくりしてすぐ合わせてしまうんですけど、これはもう GT では厳禁な行為ですね。なのでもうドーンって出ても同じペースでジャークをし続ける。結構追い食いすることが多くて、ドーンって出た後に乗らなかったってなっても、その後にまた追い食いしてドンってかかったりするんで、そのままアクションし続けるというのが基本ですね。でドーンって出て重みが乗りました。で次に反転して引っ張っていきますっていう時も、無理に一生懸命こっちに入れようとしないこと。この入れようとするテンションをポンって抜けた時にバレるので、とにかく巻きまくるっていうのを意識してください。もうドーンって出て反転してギーってドラグで出てもう首も振ってテンション緩んだり張ったりするんですけど、その間もずっと巻き続ける、テンションを維持する。もうドーンって出てる時点で結構ラインってこの釣り人から出てるラインが魚に対して結構たるんでるんですよ。なんですけど、そのたるみを極力なくすっていうのがまず第一優先なので、とにかく巻きまくって、で相手が反転してドラグがギーって出るのでフッキングが少し決まります。でそこからできれば後ろにバンって入れてもらう、もしくは竿でもいいんですけど、思いっきりフッキングを3発ぐらい入れてですね、そこからギーってドラグがかなり出て、セカンドランぐらいまでまたギーって出て、その後ぐらいでいいです。やっとおとなしくなったなぐらいの時にはめて、ここはもう浮かすための道具なので、もうこの魚が思いっきり暴れてる時は本当にこの脇に当てて耐えとくだけでいいです。であとは巻く、本当にこれだけですね。で魚が止まればこっちにはめて、リフトに入るという形で、僕はやってますね。それがおすすめです。はい、初心者が GT を始める上で一番いい方法を教えます。それは船長に初心者であることを伝えるということですね。僕は初心者です。で結び方を教えてください、ドラグ設定を教えてくださいとか、もう投げ方どうしたらいいですか、どこに立ったらいいですか、どこを目指せばいいですかとか、そういったもう常に疑問があると思うんですけど、そういうものをもうストレートに船長に聞いてください。それがもう一番上達への近道だと思います。そっちの方がやりやすいですね。船長からしてもやっぱりこの人何がわからないのかがわからないと思うんで、仲間内でも全体的にレベルが上がると思うんで、あれですよね、やっぱりかかった時も船長の指示に従った方が確実性は高いということ。そうしていただいた方がキャッチ率もやっぱり上がりますね。常にやっぱ地形見ながらやってますんで。チームプレーですよね。そうです。もう確実なチームプレー。予約ってどういった感じで取っていけばいいですか？うちの場合インターネットでホームページがありますので、ホームページ開いてもらったら予約するっていうボタンがありますので、それをポチッとしてもらえばとりあえず予約はできますね。カレンダーもありますんで、空いてる日に、希望日を入力してもらって送信すると。で前日の大体6時から夕方6時から7時頃に翌日の出船時間とかを連絡させていただいてます。はい、というわけで、今回初心者向けにGT の説明をさせていただきました。でその中でですね、まだまだもっと覚えないといけないことっていうのはたくさんあります。わからないことがあれば質問をコメント欄にください。上級者のメンバーも見てると思うんですけど、そういった方々もぜひコメントよろしくお願いします。今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。Fishing gang,